物の置き方は基本的に見える収納にしています。材質や色で揃えて物を配置することで自然とすっきり見せることができます。見える収納だと少し部屋が散らかってしまってもバレにくく、物を雑に置いても自然と統一感が出るので大変楽です。ズボラなところがある自分には利点が多いです。見える収納にしているんですけれど、そこで、なんとなくで色を揃えたりとか形を揃えておくと、戻す時だったりとか使う時に自分がどこに物があるかを認識しやすかったり戻しやすかったりっていうところで、これはすごく利点があります。家の中には、ヴィンテージの家具と DIY の、家具を混在させているんですけれど、これが100年前の棚なんですが、不愛想という、鶴川にあるところで、買いました。で、これ100年前のものなので開け方もちょっと独特で、このフックを外して開けます。中には主に自分の作品だったりとか、好きな作家さんの陶芸など、あととびきりお気に入りのマグカップを、置いています。ちょっと開けづらいんですけれど、ここは愛嬌があるなと思って、気に入って使っています。照明は上から照らすペンダントライト、部屋の端に設置している間接照明があり、すべてをスマホからコントロールできるライトにしています。部屋全体を明るくしたいときはすべてを点灯、くつろぎたいときは間接照明のみ点灯させたりと、シーンによって簡単に変えることができます。また、ライトは色も変更できるので、作業するときは白熱9色に、光を変えるだけで集中できるのでとても気に入っています。家の照明は、このペンダントライトと間接照明があるんですけれど、これが作ったもので、ホームセンターで買った、コードと、自分で、作った紙のシェードで、構成されています。この作ったランプシェードなんですけれど、白い画用紙に、黒いラバーペイントを、片側に、塗って作っています。で、作った、金属のクリップで留めています。で、好きな場所にペンダントライトを垂らすために、糸で釣って、場所を変えられるようにしています。DIY で自分の生活スタイルに合った空間を作りをしています。洗濯機に合った、キッチンの作業台や気に入ったオブジェをメインに置ける棚などを作りました。DIY することで生活スタイルはもちろん、持っているものに合わせて空間作りができます。この作った調理台なんですけれど、ホームセンターで、売ってるコンクリート合板、あれを、ホームセンターでカットしてもらって家で、組み立てるという方法で作ってます。で、すごくでかいように見えるんですけれど、全部分割できるようになっていて、4つの棚を合わせて、上に天板を乗せて作っています。なので引っ越しした際とかそういう時に、移動ができたりとか、棚の組み合わせで、使い方が、また違ったものとして使えるようになっています。ここのシンクの、棚の扉をですね、ここを作りました。で、合板を貼り付けたように見えるんですけれど、ここの、長板を生かして、扉自体を作っています。なので、開け閉めだったりとか、ちゃんとフラットになるようになってます。DIY で作ったもの、買った家具の材質は木が多いですが、部屋全体がぼやけた印象になってしまうので、インテリアは黒色のアイテムを選ぶようにしています。ペンダントライト、スチール足のテーブル、チェアなど配置するだけで部屋が引き締まった印象になります。
つろいだり新しいアイデアを考えたりすることの多いリビング。自宅兼職場なのでくつろぎすぎないようにソファーなどは置かずにニーチェアを1つ置いています。食事する際はリビングテーブルもあるのですが、場所を固定せず季節で日差しの入り方などが違うので、部屋の至る所にベンチやスツールを置いて、その日の心地の良いところで過ごすようにしています。お気に入りの場所は窓際のベンチ、キッチンの作業台です。リビングテーブルよりも活用することが多いかもしれません。コーヒーが好きなので、朝・夕方にコーヒーを入れてリビングでゆっくり過ごす時間を設けています。なのでお気に入りのコーヒーアイテムがリビングにはたくさんあります。その日の気分で使う道具で味を変えられたり、マグカップもとびきりお気に入りのものを使うことで休憩時間を堪能しています。豆は家の近くにある焙煎所で買っていて、それを引くミルなんですけれど、これが香港にあるバリアというメーカーのものです。見た目もすごく高級感があるんですけれど、豆の引きやすさと豆の引いた時の均一さがすごくいいので気に入って使っています。で、ドリップする時のケトルなんですけれど、カリタのケトルに自分で穴を開けて、温度計をここに設置できるようにしています。かなりこだわりが強いので温度がちゃんと測れるようにしています。で、使っているドリッパーなんですけれど、コーノというところのメイモンっていうドリッパーです。見た目もすごく透明なので可愛いんですけれど、味もしっかりと美味しく入れられるので気に入っています。ちょっと入れるのにコツがいったりとか時間がかかるんですけれど気に入っています。で、その下は普通のハリオのビーカーなんですけれど、サイズ感だったりとか、注ぎやすさもすごくいいので気に入っています。仕事はアクセサリーを作るをなりわいとしているんですが、ここが作業のスペースになっています。で、作業台であったりとか棚を DIY で作っています。実際にこれがアクセサリーの素材なんですけれど、これをカットして実際にこれで叩いたりとか火で炙って指輪を作ったりとか腕輪を作っています。